ここのところ全世界で事故や違反が多発し、安全性を問題視されている LG 化学は、徹底した安全対策を行うと発表しました。国内17カ所、海外23カ所の合計40カ所の事業所を対象として、6月末までに緊急診断を行うとしています。高リスク工程や設備などすべて点検し、改善点はすぐに対処し、短期間で問題解決が困難な場合は解決されるまで稼働を中断するとしています。社内の技術者と外部の専門機関の人材で構成されるタスクフォースを構成して徹底的に行うとしています。LG 化学関係者は、全世界の事業所で現地の法律を遵守する次元を超え、グローバル基準で管理するという方針だ、と話しています。また、同様の事故が繰り返されないように、情報通信システムも改善していくとしています。国内では年内に、海外は来年上半期までに達成すると目標を掲げています。LG 化学のシン・ハクチョル副会長は、徹底した反省を通じて全てのことを原点から見直し、根本的な対策を講じている。今後環境、安全が担保されていない事業は推進せず、既存の事業も環境安全問題があれば撤退も考慮する、と話しています。LG 化学が発表した環境安全分野の投資費用は年間約2000億ウォンとしていますが、具体的な内容については明らかになっていません。韓国の化学業界は頻繁に事故が起きるたびに対策作りを強調してきましたが、状況は一向に変化していません。この数年間事故が多発し、昨年8月には4社共同で今後5年間に安全環境分野へ8070億ウォンを投資するとしましたが、1年足らずで LG 化学だけでも2度の事故を起こしています。ロッテケミカルは3月に住民をも巻き込んだ爆発事故を起こしています。こうした対策への約束だけが積み重なり、具体的な取り組みも明らかにならない状況に、不信感だけが広がり続けているようです。編集所管。何かしら事故が発生すれば、すぐに会見を行って深く謝罪し、原因の徹底究明と再発防止策を約束する。これはどの企業でも行っていることでしょう。通常であればひとたび事故が起これば経営が深刻な状態になり、徹底した対策を講じなければ企業存続に関わるため、必死の対応が行われるでしょう。しかし LG 化学はそうではないようですね。経営が揺らぐと言っても体力があり、比較的安定して好調な分野なので、懸命に対応する必要はないようです。対応には費用がかかりますから、それがあまりにも大きな場合は徹底した対策を取らないことで支出を最小化することもできます。倫理的には問題があるかもしれませんが、企業存続の観点では利益追求の良い選択肢とも言えるわけです。実際問題として、原因を追求してもわからないこともあり、対策を講じると言っても注意するくらいしかないわけです。形としては調査報告書や対応策を発表し、再発防止策は誰も見ない手順書や標識を作ってやることをやっているように見せるしかなくなります。実際私も顛末書を書かされるほどの事象を発生させてしまったことは何度かありますが、わからないものはわからないので形式上な報告書になってしまうんですよね。LG 化学はこうしてしょっちゅう問題を起こして一時的な業績悪化となるものの、山あり谷ありで企業は存続してきたわけです。企業風土を変えるほどの根本対策や改革もこれまで行ってきていないのでしょう。今回の発表でそれが行われるという印象を受けた人も少ないと思います。徹底調査をして安全が確保できなければ稼働を停止する。なんだかものすごく素晴らしく、ようやく本気になったかのような印象を受ける方もいるかと思いますが、これはいわゆる当たり前のことです。私は出かける前に着替えます。と宣言したようなもので、じゃあ今までは何をしてたのかという話です。LG 化学の発言から推測するに、工程に関しても設備に関しても定期的な安全点検や見直しなどが行われず、それとなく操業されてきたということでしょう。点検をすれば稼働率は下がりますから、問題がなければそういうことを避けてきたという風土がこびりついているのではないでしょうか。環境と安全に年間2000億ウォンとありますが、実際このうちどの程度がどのように執行されているのかはわからないようです。今回も外部の人を招聘して内部人材も対応に当たらせるので、それなりの費用が発生するでしょう。この中には老朽設備の更新という事業継続と安全確保には当然必要なものも盛り込まれているかもしれません。すなわち特別な対策を行うための費用だけで2000億ウォンではないと推測します。韓国メディアによると、安全施設への具体的な投資額は発表されないというんですね。
これは LG 化学だけではなく、化学業界全体がこうして不透明だというのです。内容が公開されないのであれば、どんなに素晴らしく聞こえる対策や投資も意味がないということになりませんか？政府はもっと強度を持って対応に当たるべきですが、どうやら地方自治体任せになっているようです。毎回各道知事が出てきて何やら声を上げています。道知事も難しいんですよね。やりすぎると雇用が維持できなくなるので、別に蜜月だというわけではないのですが、こうした安全対策が適切に行われているかを監視する外部機関が必要だと思いますが、今のところ合同で立ち上げた委員会はあってもまともに機能していないようですね。そういえばインドの事故に関しては LG 化学がホームページ上に公式謝罪文やその後の対応についてのコメントが掲載されていました。しかし先日の爆発事故については何も掲載されていません。被害者が従業員だったからですかね。よくわかりません。この副会長なる人が未来のビジョンなんてのを発表していましたが、ここには安全や環境の文字は見られませんでしたね。まるで環境や安全に対する問題意識がないかのようです。ちょうどこの発表が行われている時にインドではガス漏れしてたんだと思います。今回の会見を見て、LG 化学が本気で変わろうとしていると感じた人はいないと思います。内部では、これで我が社の本気が伝わっただろうと満足しているかもしれませんが、いずれにせよ周囲は素振りだと見ているのだと思います。韓国政府もいつまでこんな不良業界を野放しにしているんですかね。ここで強力に対応すれば石油化学産業と電池事業が縮小してしまうのが嫌ですか？これ以上問題が起きれば、政府が強力に対応しなかったことにも飛び火するのではないかと思います。私、これはちょっと理解できるんですよね。LG 化学のこの不誠実そうな対応が。そういうことになりますかね。やっぱりなんだかんだ言っても業績が大切なんですよ。会社って。できれば不都合な事実は隠したいというか。それはブラック企業ということ？そうですね。私の会社は結構黒っぽい方だと思います。長時間労働はないですけどね。この数年で著しく改善されました。働き方改革のおかげですか？そうだと思います。電通の可愛い子のおかげだと思います。安倍政権じゃなくて。政府も頑張ったかな？でも事件の方が影響が大きかったと思います。野党からは不十分だという声もたくさん上がっていますが、私も働き方改革推進は大きな変化をもたらしたと評価しています。そうなんです。私の会社は私が入った時はかなりブラックでしたけど、今はだいぶ薄まりました。それでもまだまだってことですか？そうですね。でも会社を経営していたり、勤めていたりするとどこでもこういう一面って見えてくると思うんですよね。効率非効率や他社との競争という観点もあるでしょうから、何もかも真面目にとはいかないということですね。だからこういう上滑り的な発表になるというのもなんだかわかりますね。内部ではこのくらいやればいいんじゃないみたいな感じだと思います。もう LG 化学というか韓国の化学業界というか、狼少年状態になっていると思うんですよね。これだけ頻繁に事故を起こせば無理もないんじゃないですか？そうですね。今年だけの話でもなく、何年も、10年以上も続いていることですから。今回も変わらないんでしょうね。やっぱり上からの強力な圧力なりが必要なんでしょうね。LG 化学の場合は事故発生に対する危機感が薄いようなので、経営存続の危機に陥るような強力な懲罰なりが必要だと思います。そういうのがないと踏み切れないですよね。結局働き方改革もそんな感じでしたもんね。残念ながら人間そういうものだと思います。じゃあ今回は政府が出るしかないって言ってましたよね。そうですし、議員なんかももっと声を上げないとと思いますね。ちょっと自治体では力が及ばないようなので。誰もいないんですか？与野党どちらか忘れましたけど、一人がニュースで騒いでいました。一人ですか？みんな他で忙しいんでしょうね。こうやって軽視されるから繰り返されるんですよ。議員にとっても利益にならないからじゃないですか？そうだと思いますね。結局考え方は LG 化学と同じですね。でもきっと他のことがもっと重要で忙しいんでしょうね。韓国全体で事故が起こりすぎて、これが大問題として捉えられてないのかもしれないですね。報道も集団感染で忙しいみたいですしね。感染症のせいで日常の重要なことが見落とされていっていますね。
最近急にデブってきました。大変です。どうして？何か食べ過ぎたりしてる？全くそんなことはないんですけど、わからなくて困ってます。通勤ストレスじゃないの？電車で通勤する人もだんだん増えてきました。何か対策はあるの？筋肉がついてきたって思うことにしています。それは、対策ではないよね。対策ですよ。体重を気にしてストレスが溜まって、それでさらに体重が増えるのを防ぎます。そういう話初めて聞いたかも。なかなか画期的じゃない？でも筋肉ついてきたんですよ。贅肉じゃなくて？失礼な。どれどれ？ここです。どれ？これですよ。よくわかんないけど。きっと前を知らないからですよ。胸板が熱くなってきた気がします。気がするだけじゃないの？いえ、熱くなりました。実は満足してます。じゃあ最初から体重気にしなくていいんじゃないの？それがちょっと増え方がすごくて。じゃあやっぱり単純にデブってるんじゃない？対策はないの？ベランディングでリラックスします。ベランディングって？ベランダでくつろいでストレス発散です。ダメそうだな。